みさきんとき。おはようございます。朝の何時だ、7時半です。今日は念願の幸市場に昨日京都から訪れた山子とほぼ寝ずに来ています。寒いです。というわけでこんにちは。今回はペレのここ数ヶ月の念願であった水産市場での買い物を実現しましたので、その様子をお見せしたいと思います。で、行ってきたのは川崎幸市場、正式名称は川崎南部市場という市場です。それが具体的にどういうところなのかと言いますと、水産、青果、牡蠣で関連商品食堂とある市場なんですけれども、青果牡蠣は一般人は入れなくて、水産市場だけ一般人が買い物できるという風になっているみたいです。まあこんな感じで水産市場は右上でこれだけの店が並んでいるという感じです。まあここに行こうと思うに至った経緯なんですけれども、なかなかその市場に普通の人は縁がないじゃないですか。でまあ大抵スーパーをちょっと選んだりとかですね、まあ近所に鮮魚屋があればあるとか、まあその程度の話だと思うんですよ。でまあわちだってもうご多分に漏れず、そんな市場なんていう場所とは無縁だと思って生きてきたんですけれども、まあある時いろいろポチポチ調べているとですよ、見てください、真ん中の青色、ここにまあわちらは住んでいるわけです。比較的家から近い場所に川崎北部市場っていう大きい市場があることは知っていたんですよ。それがですね、この左上の赤い丸のところですね。なんですけれど、ここは近いとはいえなかなか手軽に行ける距離ではないですし、あと大きい市場なんで普段は一般人は買い物できませんと。ところがね、いろいろ調べていると、なんと、この右側をピーッとなぞっていってもらったところに、見てください。川崎幸市場があるんですよ。で、ここまではね、なんと川渡って自転車で20分ぐらい ?30 分ぐらい、とにかくその4キロぐらいの距離だっていうことが分かったわけです。で、しかも調べてみるとさっき言った通り、水産市場は一般人も入れるということで、これはと思ったわけですよ。ただ、いろいろ市場って分からないと怖いじゃないですか。まあね、僕のイメージは、プロの料理人みたいな人がね、もうそんな一般人なんかどけっていう感じで、こう怖い顔して品定めしてるとかね。まあちょっとおじけづくなというふうに思ったというのが一つと、あと、やっぱりね、スーパーとかと何が違うって、とにかく朝が早い。で、午前中で終わっちゃうわけですよ。まあ確か6時、7時から11時までとかホームページには書いてあるのかな。で、多分11時とかに行っても意味ないわけです。だから、すごい早いんですよ。でね、まあ、他の動画を見てくれている方はご存知の通り、わちはその時間は基本的に睡眠時間なんですよ。なんていうかもう、その市場の生活とわちの生活はもうほとんどこう、互い違いになってるわけです。しかし現実的に考えて、この自転車でね、行ける距離に市場があるっていうのは、まあ、しかしやっぱりなかなかすごいことかもしれないなと思って、まあ、むくむくとやる気が湧いてきてですね。で、そんなところに山子が京都からやってきてくれて、山子も一緒に行ってくれるって言うし、じゃあってことになって、まあ結局計画としてはですね、ほぼ寝ずに行きました。まあ30分寝て、起きて、で、行ったわけです。あ、すごいすごいすごい。あ、食堂をやっています。おお、市場の食堂ってこういう感じなんだ。いいね。麺とかコーヒーの。ああ、本当だね。野菜も一般向けに販売しているのでしょうか。販売はしてなそうだね、なんかね。ああ、よくわかんないね。すいません。野菜も一般向けに販売してるんですか。あ、そうです。あ、そうなんですか。これって最近ってか正月だけ。この普段からだけです。この3日間だけです。あ、3日間だけ。はいはい、ありがとうございます。あ、魚マークがあります。水産市場です。あ、結構たくさん自転車がある。やっぱりたくさん、そう、こっちに置けばよかった。我々事務所の方にあたかも身内のように置いてきてしまいました。あー、寒い。というわけで、まずは自転車の量にびっくりしつつ、期待に胸を躍らせて早速入場です。でっか、このカニでっか。あ、すごいこれ数の子。おー、数の子やっぱ正月用なんだ。すごい、すげえにぎわってんじゃん。おー、すごい。魚。あ、でもさ、こんなにさ、立派ね。400円だもんね、これで。なんてないよこれ。だってでもネジ、見たことないね。マグロなんだ。
というわけでもうとにかく興奮し通しだったんですけれども、全く心配は杞憂でした。年末モードだったこともあってか、怖い料理人の人もまあいたのかもしれませんけど、そういう人は目につかず、毎年楽しみにしているのかなっていう感じの一般のお客さんが多くてですね、こんな感じで品数も多いし、皆さん思い思いのものを選んでいる感じでした。なんだかやけに印象に残ってるのは金目鯛の多さだったんですけれども、あれはお祝い品ということだったんでしょうか。とにかく普段の様子はまたちょっと違うんじゃないかなと思うんで、それは次行った時の楽しみにしたいと思います。で、ちょっと待って、これ太りすぎたこれすごいな、こんな太るもんなの。稲田って何やろな。稲田はね、稲中だからブリの子供よ。ああ、確かにこれがあれがあるからな。タイ、オニカサゴ、シマアジ、メジ、ヒラマサ、カンパチ。もうこんなずらずら並んでたら楽しくて仕方ないじゃないですか。でわちらがなんとなく探そうと思っていたのは、山港が組んだ漁港で入手して絶賛していたソーダガツオですね。ヒラソーダ。あとはどこにでもあるけど生で食べるほど鮮度がいいとなるとなかなか出くわさないサバですね。これはバチも好きですし、ミゲルの好物でもあるんで、しめサバにできるサバを買いたいと思っていました。であとはとにかくせっかく市場に来たんでいろいろよく見て、普段なかなか出くわさない魚が買えればいいなという感じです。ホウボウもでかい。美味しいんだよね。ほぼ一回食べたよ、うち。あ、そうなんだ。ホウボウも確かにあそこも浜売りでもいたわ。ああ、ホウボウは我々ね、アクアパッツァにして。で7時半についてどれくらいですかね。30分1時間ぐらいもうとにかくぐるぐる見て回って、これすごいですね、タコで鮮魚以外にも干物とかね、加工品のお店も結構あるんですよ。でさっきのサバ含めぼちぼち決めていった感じです。マグロだってこんな風に売ってるのなかなか見ることないですよ。いつか買ってみたいものです。でという感じでお腹が空いたので朝食兼昼食ですかね。食堂の並びの中にあった牛かすうどんりっちゃんという店に入りました。でこの箱の中に買った魚が入っていて開けて見せようとしたんですけれども、手がかじかんでうまく動かせないので諦めました。立派なうどんが美味しそう。というわけでわちがかき揚げうどん、山港が何だったかちょっと映ってないですね。じゃあいただきます。結構塩気があるうどんだね。というわけでご飯を食べながらここでちょっとまた作戦会議をして、でもう一回戻ってもう一回りして買い残したものを買ってっていうプランです。でこの後のわちらの会話でおいおい明らかになっていくんですけれども、この食後の買い物でわちらとしてはかなり思い切ったものを買いまして、もうそんなサイズの魚を人生で手に取ったことはないですからね。とにかくもう愉快でしょうがなかったんですけれども。重い？いやこれはね、わざと。いやーすごかったな。なんかで場内で箱とかももらえてですね、でその中にありがたいことに氷なども入っていたんで、なんといってもわちらは自転車で帰らねばならず、で一応リュックは背負ってったんですけど、こんなでかい買い物すると思ってなかったんで、とにかく自転車のカゴの上で安定してくれるっていうのは本当に大事でしたね。でこの時は最後に買った魚について目利きっていうのはどういうところを見てするんだろうねとか、そういう話をしながら市場を後にしていて、結局あんだけ同じものでもたくさんいるとこっちは一応選ぶ権利があるじゃないですか。でそうなると少しでもいいものを選びたくなっちゃうのが人間で、経験とか知識とかがある人には全然違う世界が見えてるんだろうなと思うと、そういうのはわちはいいなと思ってしまうタイプなんですけど、で野菜の方もこの時間になると人がいっぱいいて、だから野菜の方が来るのは遅いんですかね、人が。ちょっとその辺どういう仕組みなのかはよく分かりませんでしたが、でかれこれこれで9時半ぐらいだったのかな。最後に名残の拝見をして、車でやっぱ来てる人もすごい多いんだね。そりゃそうか。いや一応ね、見ると車であんまり来ないくださいって書いてあるんだよね。駐車場が足りなくなるからみたいな。でも足りなくなるからって言うってことは駐車場車で来るってことなんだろうけど。というわけで、あとはひたすら自転車を漕いで帰ります。でね、これもうちょっと見てください。帰りの道中にある高いところから市場方向を振り返った図なんですけれども、やけに綺麗じゃないですか？行くときはね、もっと早朝だったから空気が澄んで綺麗な感じだなと思って、とにかく初めてのことをしてしまったんで、その感動込みでちょっとおかしくなってるかもしれないですけど、マンハッタンで見たビル群みたいなのをちょっと思い出してしまいました。ただこんな感じで坂が多い道のりでね、想像してください。自転車のカゴに魚の入った箱が置かれてるわけですよ。これがひっくり返ったら笑うに笑えないじゃないですか。しかもね、その箱から立派な尻尾とかがちょっと飛び出たりしていて、そこは大変でした。ただありがたかったのは、わちはね、レンタサイクルで行ったんですよ。うちには自転車が1台しかなくてミゲルくんので、これも説明すれば長くなるんですけど、簡単に言うとわちが
自転車のパンクを1年直してないからなんですが、そんな中見つけたね、この大チャリというサービス。これちょっと東京とか神奈川とかに住んでる人にはぜひ進めたいんですけど、こんなものがあるなんてね、今まで知らなかった。すごい便利だったんですよ。簡単に予約できて、しかも思ったよりもたくさん基地がある。で、何より電動です。これがなければね、魚を積んで無事帰ってこれたかどうかは正直よくわからない。坂を越えて魚市場に行きたい人には、このレンタサイクルおすすめです。いやー、輝かしいな、これ。すごいな。この中にマグロが入ってんだもんな。大丈夫？それも問題ない？いや全然問題ない。このチャリンコさ、うん。漕ぐと怖いわ。あこっちから行けるパターン、前から入れる。あ、いやこれはすごいな。いや、帰ってきました。今何時だ？9時前か。違うか、もう10時か。10時だから7時に出たんだよね。まあ3時間ぐらいで帰ってきたことかになるかな。いや到着です。というわけで帰宅しました。途中喋りにくそうにしてるのはね、あれは寒すぎて口が回ってないからです。というわけで、わっちらが何を買ってきたかご覧ください。まずはウマヅラハギ、そしてマコガエイ、それからマサバ。あ、いい色やね。これだか。そう鮮明でしょ。すごい。だから引き当てくるのがそうなのかもしれない。そして今日のメインはマグロです。これすごいな。いや、どうしよう。これちょっと出すか。マグロです。これマグロ、いいマグロなのかもわかんない。そう、わからないね。いやー、でもすごいな。終わり ?1、2。そうだ、こんだけだね。こんだけだよね。というわけで、わちらが何を買ったかといって、メジマグロです。実は場内に入った時にメジなんだろうね、それとか言っていて、恥ずかしながらよく分かっていなかったんですけれども、メジマグロっていうのは、いわゆる本マグロ、黒マグロの幼魚のことを言うようですね。これで3000円でした。まあね、これ写真だとどれくらい伝わるかわからないんですけど、とにかくでかいんですよ。少なくとも釣りの経験もなく、海もない県で育ったわちらにとって、この大きさの魚はね、しかも幼魚だろうとなんだろうと丸々マグロが1匹買えるっていうことは、一つの事件です。というわけで、今回はここまでにして、この魚をどうしたかについては、三崎んとき史上初の続編という形で次回以降お見せしようと思います。まあ、とにかく市場楽しすぎたんで、普通の営業日にまた行ってみたいということと、わちらと同じように市場興味あるけどちょっと行きにくいなというふうに思っている人は、もうぜひ行ってみてくださいとお勧めしたいと思います。それでは皆さん、次回お楽しみに。